はい、MP48 のパート3です。報われなかったアメリカの王者。はい、今回はマイケル・アンドレッティについて掘り下げたいと思います。93年せっかく F1 からデビューしたアンドレッティはシーズン途中で車を降りてしまいます。なんでそうなったのかを探っていきたいと思います。マイケル・アンドレッティ。91年カートチャンピオン。93年マクラーレンから F1 デビューするも、第13戦イタリアグランプリをもって契約を解除し、アメリカへ復帰。なぜシーズン途中で帰国？マクラーレンが待ち望んだドライバーだったのでは。はい、アンドレッティは91年のアメリカのカートシリーズのチャンピオンです。先ほども言いましたように、93年デビューしますが、イタリアグランプリを最後に車を降りてしまいます。どうしてシーズン途中で帰ってしまったのか。で、マクラーレンが待ち望んだドライバーとここで書いたのは、93年のデビュー前からたびたびアンドレッティの名前は出てたんですね。たびたび名前は出ていて、待望のデビューだったのになんでこんなことになってしまったのか。っていうところなんですけども、マクラーレン入りが決まった経緯は、最初はマクラーレンホンダをテストしたことだった。エストリルで初めて F1 を走らせた。91年初頭だったと思う。でも、あの1年前、フェラーリと契約していたんだよ。92年に走るはずだった。当時のチームオーナーのカール・ハースに契約を潰された。デビューする93年の前々前に、91年の開幕前にマクラーレンホンダをテストドライブしてます。なので、もうこの頃から F1 には足を突っ込んでたわけなんです。ところがですね、さらにその1年前に、フェラーリと契約してたと。92年の契約を。だけど、その時に乗ってたインディーカーのチームオーナーのカール・ハースに契約を潰されたと。これは私知らなかったです。フェラーリと契約してたんだって驚きました。じゃあもし92年にフェラーリに乗れていたら幸せだったのかというと、それも何とも言えないとこですね。はい。91年第1戦アメリカグランプリに遊びに来たアンドレッティ。この時はロンデニスと仲良さげに話していたが、はい、F1 の総集編見ていただくと出てくるんですけども、開幕戦のアメリカグランプリにアンドレッティが遊びに来てます。で、ロンデニスと仲良さそうに話してます。非常に良好な関係という風に感じ取れる雰囲気でした。なので私はマクラーレンというチームがアンドレッティを早くドライバーとして使いたいと、マクラーレンの車に乗せたいと思ってんだろうと思ってました。僕のマクラーレン入りが決まった時点では何もかもが良い状況にあった。ところがサイン後に政治的状況が変わった。セナがレースごとの契約になっていた。ハッキネンはレギュラーシートの座を失い、僕のレースキャリアを混乱させた。チームは開幕時点で僕を追い出し、ハッキネンを座らせるという方針に変わったんだ。契約にサインした時は問題なかったんですね。だけど、その後おかしなことになったと。で、この原因となったのは、92年にセナがウィリアムズにもう乗れないと分かった時に来年は休養しようかなって言ってたんですね。なんでセナが93年マクラーレンに乗るかどうかが非常に怪しいと。ロンデニスとしてはドライバーを2人確保しなくちゃいけないんでハッキネンとアンドレッティを確保したと。でもやっぱりセナがレースに出ると。出るんだけど、レースごとの一戦一戦の契約だと。非常に混乱した状況。さらに言うと非常に不安定な状況になったわけです。僕は開幕直前までテストの機会をほとんど与えられなかった。1日半のテストを終えただけで開幕戦に挑んだんだ。はい。新人でしかも初めてのアクティブカーなのに1日半しか乗っていない。これは非常に辛いですよね。これ参考のために載せたんですが、アラン・プロストは初アクティブカーとなる FW15C を1万キロ以上開幕前にテストしている。はい。名手プロストでさえアクティブカーをマスターするために1万キロ以上走ってんですね。で、しかもね、走り足りなかったみたいなこと言ってんですね、プロスト。チャンピオンのプロストがそうなのに、新人のアンドレッティさんが1日半だけって、これはもう勝負にならないってこの時点で見えてますよね。僕を追い出すためには何でもするというチームにとどまり、F1 に出場するための戦いを毎戦行う状況だった。チームは最終的にモンツァを最後にマシンを降りてくれと僕を説得したんだ。せっかく F1 の戦いが始まったのに、チームの中での戦いがあると。それをやりながらレースをしてたと。これじゃあ、早く走るも何もあったもんじゃないですよね。最終的に、モンツァで車を降りてくれと説得されて受け入れたということでしょうね。はい。
はい。念願だった F1 デビューをしたはずが、本当にひどい目に遭ってしまったんですね、アンドレッティは。インディーカーから F1 へのスイッチが難しかった？難しいのではなく違いが大きかった。F1 マシンは軽くコーナー奥まで突っ込み、ほとんど止まり、曲がって出てくる感じだった。重量のあるインディーカーは感性が大きく働くからコーナーリング中の最低速度を高く保つ走りが必要だった。F1 に合わせようとトライしたがテストが少なくレースウィークに身につけていくしかなかった。はい。インディーカーと F1 の違いについてこのように語ってます。難しいのではなくて違いが大きいと。F1 とインディーカーは重さが違いますから、F1 の方が強烈にブレーキをかけて曲がって、鋭く加速していくという感じなんでしょうね。だけどインディーカーは重いのでスピードを落とすんじゃなくて極力スピードを保ったまま曲がる必要があるようです。アンドレッティはもちろん F1 に合わせようとしたんだけどテスト走行があまりに少ないのでレース中に学んでいくしかなかったと。これもね、大変だっただろうと思います。じゃあ、チームから見てね、アンドレッティはどうだったのかっていうのをちょっと一つ紹介したいと思います。ソース・イロン・デニスの補佐役、マーティン・ウィットマッシュ。マイケルに白羽の矢を立てた理由は、アメリカ人をドライブさせるという商業的な圧力があった。丸ボロ。私はアルアンサージュニアを候補に挙げていたが、ロンはマイケル獲得に乗り気だった。マイケルの姿勢にも問題があった。アメリカの自宅から通うというんだ。あんな取り組みではアイルトンのチームメイトは務まらない。はい。ロン・デニスの右腕、マーティン・ウィットマッシュさんですね。で、アメリカ人を乗せないといけない何か外部的な圧力があったんですね。スポンサーのマルボロからと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。で、マーティンさんはアルアンサージュニアでいいんじゃないかと。これ同じくカートのチャンピオンですね。だけど、ロン・デニスがマイケルを気に入ってたってことなんでしょうね。で、マイケルの姿勢にも問題があったと。アメリカから通ってたと。あんな取り組みではアイルトンのチームメイトは務まらないと。マーティンさんから見たら、アンドレッティにも問題があったということですね。はい。僕の F1 行きは残念だがいいものにはならなかった。受けるべき仕事ではなかった。レースの世界はタイミングが全て。僕らはタイミングを間違えたんだ。はい。非常に悪いタイミングで F1 に来てしまったというのは間違いないですね。アンドレッティが93年ではなくて、例えば92年、もしくは94年に来てれば、もうちょっと平和に戦えたんだろうなというのは思いますね。そうすればもっといい成績だったのか。それはやってみないとわかりません。はい。というわけで、F1 に来た彼は1年間ドタバタに巻き込まれて、ひどい目にあって、最後はチームの説得を受け入れてアメリカに帰っていったということです。はい。